皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はレアなキットを作っていきます。それはタミヤの初代ソアラ 2000VR というこれまた希少なグレードです。ノーマルフォルムでドアをパカパカさせつつ完成を目指したいと思っており、今回はドアの開閉加工などを盛り込み動画にしてみました。早速ソアラがどんな車なのか調べていきましょう。初代ソアラのデビューは昭和56年2月。ボディ形式はノッチバック2ドアハードトップ1種類。強く傾斜したウィンドウ、絞り込まれたノーズ、バンパーと一体のフロントエアダムスポイラーに跳ね上げたダックテール、さらに異形角型ヘッドランプ、プレスドアなどによって段差の少ない滑らかなボディ表面などが特徴です。このボディに組み合わされるエンジンは2種、直録 2.8 リッターの 5MGEU 型と2リッター SOHC の 1GEU 型で、共に電子式燃料噴射を採用。エンジンと各種装備によるバリエーションは最高級車種となる 2800GT エクストラ以外に 2800GT、2000VX、VR、V2、V1 の6種類。インテリアではデジタルメーターが話題になりました。発表と同時に発売されたソアラはその人気が続く中、2000VR ターボが投入されました。エンジンはターボチャージド直録2リッターの MTEU 型。ツインセンサー式ノックコントロールシステムを備え、低回転からもパワフルな加速力を持つことに。車種は 2.8 リッターソアラと同じ内容とされ、サスは強化型に。当時の最新技術を駆使して踏み出されたソアラは、単に速いだけではない、快適でゆとりある高速走行を可能とした高性能スペシャリティカーとして自動車ファンの憧れを集め続けることになりました。早速まずは仮組みから。キットはソアラデビューと同時に発売されたものなので40年以上前のもの。当時のタミヤスポーツカーシリーズで展開されたモーターライズ専用のシャシーや足回りの機構となっています。足回りは前後ポリキャップを使い、フロントはホイールにピンを差し込み固定するタイプ、リアはシャフトで固定するタイプです。構造はシンプルなので、車高調整はサスをカットしピンを埋め込む作業、リアはシャフトを通す穴の位置を変えてあげるなど簡単にできるかと思いました。前後のライト類はリフレクターがしっかり再現されているので、とてもリアルで端正な仕上がりが期待できそうです。何十年も前のキットということもあり、バリなどは現代のキットと比べると多々ありますが、しっかり調整していけばかっこいいソアラがお出ましすることは間違いないでしょう。近々再販されるという噂もありますので、まずはしっかりノーマル仕様で仕上げていきたいと思います。ノーマル仕様といってもドアは開閉していきますので加工をしていきます。左右のドアに対し調光ブレードで筋を入れていきます。何度か筋を入れていくと穴が開いてきますので、角以外を貫通させたらエッチングソーで角をカット。サンルーフも採用していくのでカットです。カットした部分は荒れているのでペーパーヤスリで鳴らし、さらにドアのフロント部分は開閉部分となるので薄くなるようデザインナイフで調整しておきます。ボディ側ではドアの受けを設置していきます。 0.5mm のプラ板をカットし、指でプラ板をしごいて形状を作り接着。開口部は内張りとの隙間ができてしまうので、実車に沿ってプラ板で形状を作っていきます。プラ板をカットし、シアノンで強化接着し完了です。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。
用途としては 0.15mm の刃は全体的な仕様、0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を明確につけるため、 0.2mm の調光ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボブラックを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを拭いて本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、表面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。